これこれマーシャルの音作り動画ということでですね、このクランチっていうのをね押すんですよ、ほぼほぼ100点の音作りの気が。はい、じゃあ続いてはお待たせしました、JCM900。はい出ました。もう動画の絵的にはちょっと、変わったのか変わってないのか分かんないぐらいあれですけど、JCM900 ですね。じゃあこの JCM900 の、基本的な流れはもうお伺いしたので、さっきとの違いだとか、気をつけるポイントだけお伺いできればと思うんですが、さっきの JCM2000 との違いは、クランチのスイッチないんですよ。ない。大丈夫ですか？クランチのスイッチがないですけど大丈夫ですか？そうなんです。でも大丈夫です。全然いけます。逆にそれがなくなったおかげで扱いやすいかなとも思います。でも初めてこの900を触った人ってなんかさっきみたいに12時に上げたらもう歪んじゃってるんですよね。そうなんですよね。かっこいいんですけど、でもちょっとそれだとクリーンサウンドも出したいなっていう時はねちょっと大変なので、で今僕はこのセッティングにしたんですけども、これはですねほとんどさっきの考え方は変わらないんです。EQ も12時にして、ひとまずボリュームはちょっと自分が鳴らせれる音量にして、で原因をちょっと上げ目にするという。でボリュームを上げてから原因を上げた方がいいですね。なんか原因を先に上げちゃうとなんか歪んじゃってる音が上がるみたいな感じになるので、ボリュームを上げてから原因を上げましょう。なるほど。気をつけないといけないのはこの JCM900 は歪みやすいものだというちょっと情報があった状態で触ると分かりやすいですね。でこれは僕はこのマスターの A チャンネルっていうのを使いますね。でまずクリーンサウンドですね。僕これ好きです。いいですよね。ちょうどなんか廊下が閉まってて、ガンって抜ける音するんですよ。で今このセンターで鳴らしても全然痛くないですし、さっきもセンターですか？はい、ほとんど僕センターとフロントをよく使うんですけど、でもリアでも全然全然いいじゃないですか。で優しく弾くっていうところが大事なんですよね。じゃあもうセンターでいきましょうか。さっきもね同じピックアップで、はい、ちょっとカッティングしましょうか。いい、かっこいい。いいですね。もうちょっと聞きたかったぐらい。もうちょっと聞きたい。もうちょっとじゃあちょっともうちょっと。いいですね。もう抜けてる。いい。クリーンとクランチの中間ぐらいがね、ちょうどそのピッキングのニュアンスで歪みを変えるぐらいの感じすると、結構マーシャル使いやすいですね。そしてこちらをオンにするとどうなりますかね。TS9 を押す。でリアにしてガツンといきます。さっきの JCM2000 よりちょっとドライな感じがして、でも抜けがある。すごくいいですね。はい、続きまして3つ目 JVM シリーズ。JVM 今日は210っていう100ワットのアンプのヘッドですねがあります。これ最近スタジオに入ったら割と増えてきましたよね。この JVM 置いてるスタジオも増えてきてるんですけれども、これつまみめっちゃあるじゃないですか。もうわけわからんですよね。これちょっとこの JVM はさすがにつまみを説明していこうかなというふうに思います。まずですね、こうめっちゃあるんですけれども、基本的にはシンプルで、左側がこうマスターセクション、いわゆるこうパワーアンプだとかそういったところを調整するもの、そして右側に上と下に2個あるんですけども、これは同じようなものがこう2段あるっていうふうに思ってもらえばよくて、上はクリーンクランチチャンネル、比較的さっきねケンジ君とやったような音が出るようなものと、下はねオーバードライブチャンネルということで、もうがっつりハイゲインのサウンドを作ることもできるぞという感じの多チャンネルなモデルになっております。でまず音量を上げるときは上のこのクリーンクランチチャンネルでやる場合はマスター1ですね、今上がってる方を使って、そしてこちらも今もう EQ が設定してあります。これケンジ君弾いていただくとどんなサウンドが、
マーシャルサウンドマーシャルで今これクリーンになってるんですけど、はい、これグリーンにランプが光っていて、これ一回押すとオレンジ、さらにもう一回押すと赤っていう形で、ここで3モードあるんですけども、じゃあオレンジのクランチに行ってみると、ちょっとやっぱ落ち着きますね。ですね。これがさっき今までね2台のアンプでやってたところに割と近いようなところ、そしてこれをねレッドにするともうちょっと歪むですねちょっとモダンな感じの。そうそうそう、なので、さっきまでやってたのと同じノウハウを使うんであれば、このクリーンクランチチャンネルのオレンジモードでやっていくとなかなかいいんじゃないかなというところです。でこれ結構面白くて、リバーブもねつけれて、こっちねちゃんと書いてあるんですけど、クリーンクランチチャンネルはこっちのリバーブだよっていうので、これで上げていくとリバーブがつくんですけど、これねオンにしないとつかない。おお、いいですね。で何が面白いかって、チャンネルによってリバーブオンオフを覚えてくれるんですよ。すごい。これね今ね、オレンジチャンネルでリバーブオンになってるじゃないですか。これカチッて変えるとリバーブオフになるんですよ。すごい。でまたねこうグリーンも今オフじゃないですか。でもオレンジに戻ってくるとオンになるんですよ。すごい。だから頭がいい。そうだからこのねグリーンとオレンジだけオンにして、レッドの時はオフとかがね覚えられるんで、すごい。で逆にこれ知らないと、あれさっきオンにしたはずなのになんで消えてんだっけとかなっちゃうので、ご注意くださいって感じかな。そしてさらに右側にチャンネルがあるこっちはですね、下側のチャンネル今ちょっと全部ゼロになってますけども、ここ押すとこっちのチャンネルきますね。 DQ を上げの、そしてマスターボリュームこっちですね。はい、ちょっと鳴らしてみましょうか。もうなんかもうすでに歪んでますね。そう、この JVM シリーズってね、割と音作りしやすいんですよ。なんか確かに今までのマーシャルってやっぱりケンジ君が説明してくれたような、ちょっとノウハウというか順番に工夫がいったりするんですけども、JVM ね割と自由にあんまり考えずにやってもいい音にたどり着けたりはするかも。確かに。でこのオーバードライブチャンネルのこのレッドに行くと、もうめっちゃハイゲイン、もうゲイン上げちゃうと、どうぞ。いいですね。そうズバーッと出ますね。エフェクターいらずと言いますか、ねそんな感じで使える。でこれでフットスイッチで切り替えできるっていう感じのアンプになってます。あとねここにマスターセクションっていうのがあって、どのチャンネルにも効くっていうところがあるんですけれども、これね多分見慣れないレゾナンスってやつがいる。もう何のことでしょうどこでしょうみたいな。プレゼンスはギリギリ高いところと、レゾナンスは逆で下の低音の響きの部分になっておりまして、例えばレゾナンスをちょっと上げていくと、確かに。だからこのアンプの低音の鳴り感みたいなところを調節できるつまみです。これも12時からスタートして足し引きできるんですけども、やっぱねつまみが増えてる分ちょっとなかなか大変ですけれども、慣れるとかなり力強いですね。いろいろできますね。じゃあちょっと音作りしてみましょうか。はい、セッティング完了。どんな感じでセッティングしましたか？もう先ほどのマーシャルの使い方と同じで、僕はもう全然イーコライザーはもうとかボリュームとかも12時になってますので、原因だけちょっと下げてます。チャンネルはじゃあやっぱオレンジですか？そうですね、やっぱりクリーンじゃなくてちょっとオレンジにした方がちょっと落ち着いた音なんですよね。で先ほど言っていた新しいレゾナンスもちょっと分かんないで12時みたいな感じにしておいて、でプレゼンスはちょっと痛いかなと思ったんで下げるにします。今ちょっと鳴らしてみますね。これもう全然リアで弾いてるんですけど痛くないですよね。リアだったんだ。全然ね、これでも全然音作りしやすいです。ちなみにセンター全然いい。いいな、今日のこの動画楽しい。音がね気持ちいいんですよ。いやでもやっぱマーシャルやっぱこういう音いいですよね。こういうやっぱ王道のロックの音をさせるんだったらやっぱマーシャル君ですね。じゃあエフェクターいっちゃいましょうか。いっちゃいましょう。ガツンといきますよね。ガツンと。でもほとんど設定は先ほど変わらないんですけど、全然乗り方が違います。はい。
かっこいい。もうジャキットもするし、結構かっこいい音にはなりますよね。はい、というわけで3台やりましたね。やりましたね。いや勉強になりました。いやよかったっす。ありがとうございます。でもいいですね、マーシャル、かっこいい。これやっぱ使いこなせるとね、めちゃめちゃ楽しいんで、そうなんかねイメージ的にクリーンな音が鳴らないとか、そういう思ってる人はいるかと思うんですけども、やり方とかピッキングのニュアンスで全然クリーンが出るので、むしろ普通のスーパークリーンというか JC120 よりキラッとした音が出るかもしれないですね。もうこれはスタジオ行っていじりまくるしかないですね。ぜひぜひいじっちゃってください。はい、このチャンネルではこんな感じで楽しんだら僕たちだけど動画お届けしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、そしてコメント欄も気軽に書いてみてください。分かんないことあったらまた動画にしていきたいなと思います。本日はスペシャルゲストギタリスト、そしてビデオグラファーとして超ご活躍中の川村健二君でした。ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあまたの動画です。